東国宮内閣が総辞職を決めると、内大臣の木戸孝一と枢密院議長の平沼喜一郎は、次の総理大臣となる後継者を探し始めました。その際に挙げられた条件は、アメリカに反感を持たれていない人物、戦犯としての疑いがない人物、外交に通じている人物という3つでした。この3つの条件に合致する人物として名前が挙がったのが、重原喜重郎です。重原喜重郎といえば戦前にイギリスやアメリカとの協調外交を主導してきた実績があり、戦時中は政治の表舞台から去っていたので戦争責任を問われる心配がありませんでした。そのためアメリカの信頼を得ることができると判断されたのです。しかし重原本人は、私はすでに年を取りすぎたとしてこの要請を一度は断りました。それでも天皇からの強い説得を受けたことで最後のご奉公と決意し、総理大臣就任を承諾します。こうして重原内閣が誕生しました。我が国民が当面にいたしておりまする現下の事態は、誠に歴史上未曾有の国難であります。食料その他民生問題の対策、財政問題の処理、行政制度の改革、教育の刷新等、国民の心配しておる問題は山積しておるのであります。さて、総理大臣となった重原は、新しく任命された挨拶のため、マッカーサーを訪れます。日本にやってきた当初、マッカーサーは、日本を非軍事化し民主化するという方針を掲げていました。しかし、この頃までにはすでに日本軍の解体などが完了し、非軍事化はほぼ達成されていました。そこで次に取り組むべき課題として浮かび上がったのが民主化でした。マッカーサーは重原との会談の中で、この民主化を実現するための2つの手段を提示します。それが憲法の自由主義化と五大改革でした。こうして日本は提示された2つの手段を進めていくことになりました。これらは並行して進められていった政策であり、五大改革はその名の通り、女性の解放、労働組合結成の奨励、教育の自由主義化、秘密警察の廃止、経済の民主化という5つに分けることができます。しかし、時系列で見ていくと話があちこちに飛び、非常に分かりにくくなってしまいます。例えば、憲法の自由主義化の話をしていたかと思えば、女性の解放や経済の民主化に話が飛び、また、憲法の自由主義化に戻ったかと思えば、再び女性の解放に話が戻るというような状態です。時系列を追うと混乱してしまうでしょう。よって混乱を避けるために今からの話はテーマごとにまとめてお話ししていきます。まずは女性の解放について時系列順に説明し、次に労働組合結成の奨励について、そして教育の自由主義化や秘密警察の廃止、最後に経済の民主化について時系列順にお話しするという形です。なお、このような構成の都合上、これからご紹介する改革の中には、重原内閣よりも後に実施されたものも含まれます。その点にご注意いただいた上でお聞きいただければと思います。さて、GHQ による民主化と聞くと、GHQ から指示を受けた日本が民主化を進めたというイメージが強いかもしれません。しかし、必ずしもそうとは言えないのです。なぜなら、当時の GHQ は非軍事化を終えたばかりで、民主化の準備はまだ十分に整っていなかったからです。それどころか、アメリカ政府とマッカーサーの間では対立関係が生まれつつありました。アメリカ政府はマッカーサーに対して、占領軍はあくまでも政策の道具であり、政策の決定者ではない。お前たちは勝手に動くな。我々が指示を出す。と伝えていましたが、マッカーサーはそれを無視し、自らの判断で決定することがあったのです。アメリカがそのような状況だったため、いくつかの改革は占領軍からの指示を受ける前に日本側から提案されるという形で進められました。つまり日本の民主化には日本政府が主導したもの、GHQ が主導したもの、そして日本政府と GHQ が力を合わせて行ったものといったように様々な形態が存在しているのです。それでは実際にどのような改革が行われたのか具体的に見ていきましょう。五大改革の一つ目が女性の解放です。これまでの日本では選挙権を持っていたのは男性だけで、女性には選挙権がありませんでした。この状況を改め、
女性にも選挙権を付与し、社会的に解放するというのがこの改革の目的でした。とはいえ、女性にも選挙権を与えようとする運動は、すでに大正時代から高まりを見せており、戦時中は戦争に出た男性の代わりとして女性が職場に進出したことで、女性の社会的地位はすでに大きく向上していました。よって GHQ に指摘されようとされまいと、遅かれ早かれ女性の解放は実現する流れにあったと言えるでしょう。こうして日本政府が主導する形で衆議院議員選挙法の改正が行われました。この改正により女性にも選挙権が与えられ、年齢制限も男女ともに25歳から20歳へと引き下げられました。そして被選挙権は25歳以上の男女が持つことになったのです。5大改革の2つ目が労働組合結成の奨励です。これまでの日本では労働者の賃金は非常に低く抑えられており、彼らは十分に物を買うことができませんでした。その影響もあって国内市場は極めて小規模なものとなっていたのです。こうなると企業が日本国内で利益を拡大することは難しく、自然と海外に活路を求めるようになっていきます。このような構造こそが満州事変や日中戦争といった対外侵略の基盤になった。 GHQ はそう考えました。しかしこの構造を変えるのは簡単ではありません。当時の日本では経営者や資本家の力が圧倒的で、労働者個人では給料を上げてほしいなどといった交渉などはほとんど不可能だったからです。給料は経営者の決めた額になりやすく、低賃金で働かされる構造が固定化されていました。そこで GHQ は労働者が個人ではなく団結して交渉できる仕組みを作ろうとしました。そのために労働組合の結成を奨励し、労働者に力を持たせようとしたのです。具体的には、労働者が団結する権利、団体として交渉する権利、団体としてストライキを行う権利を保障し、労働組合の結成を支援しようとしたのです。とはいえ、日本における労働組合法制定の動きは、すでに第一次世界大戦後から始まっていました。一度は衆議院を通過したものの、貴族院で審議が終わらず、廃案となった経緯があります。しかし、その後も労働問題に取り組んできた官僚たちは、欧米の労働問題を研究し、日本に導入するための検討を続けていました。さらにこの頃には、戦争の中で実際に生産を担った労働者の地位も向上しています。そのような経緯があったため、遅かれ早かれ労働組合の結成も実現する流れにあったと言えるでしょう。実際、日本政府は GHQ からの指示を待たず、自主的に改革へと動き出しました。こうして労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障する労働組合法が作られていったのです。さて、こうして労働組合が結成されるようになると、実際にストライキなどの争いが起きた時のルールを決める必要が出てきました。そこで政府は労働委員会という機関を設置し、労働争議が起きた際には、労働者と経営者の間に入って、調整や仲裁を行うこととしました。これを定めたのが、労働関係調整法です。さらに、そもそも働く人の最低限の労働条件を守るべきだという考えから、1日8時間労働の原則をはじめ、労働条件の改善や女子労働者の保護など、労働者の権利を詳しく決めました。これが労働基準法です。こうして、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法という労働三法が整えられ、戦前には全くの無権利状態にあった労働者の地位が大きく保障されることになったのです。このような法整備が進んだことにより、官公庁や民間企業でも労働組合の結成が相次ぎ、日本の労働運動は大きく前進していきました。なお、この後、公務員については労働基本権が制限されていくことになりますが、それについてはまた別の機会にお話しします。5大改革の3つ目が、教育の自由主義化です。これまでの日本では、教育は思想統制の道具とされてきました。現代でいう道徳に近い修身という科目では、国家のために命を捧げることが美徳と教えられていましたし、歴史の授業では、日本は神の国であり、天皇は荒人神であると教え、地理の授業では大東亜共栄圏など領土拡張を正当化する内容が含まれていたのです。GHQ はこうした教育が日本の軍国主義的な精神形成に大きな役割を果たしたと考え、これらを禁止する方針で改革を進めました。具体的には教科書から不適当な記述を削除し、
修身、日本史、地理の授業を中止させるとともに、軍国主義的な教職員の追放を行い、教育改革の前提条件を整えました。その後、アメリカから教育使節団が日本にやってきて、本格的な教育改革が進められます。こうして日本の教育は国家のためではなく、人間一人一人の幸せと社会のためにあると宣言する教育基本法が制定されました。さらに、教育基本法の理念をもとに、学校の仕組みはこうしますよと具体的な制度を定めた学校教育法も交付されます。この改革によって日本の義務教育はそれまでの尋常小学校6年間から小学校6年、中学校3年の9年間に延長されました。また新たな学校制度として高等学校は3年生、大学は4年生とする仕組みが示され、現在の学校教育の土台が築かれたのです。5大改革の4つ目が秘密警察の廃止です。これまでの日本では特別高等警察、通称特高と呼ばれる組織が全国に配置されていました。特高は共産主義者や社会主義者はもちろん、政府に批判的な発言をする人々までも徹底的に取り締まっていたため、言論の自由や思想の自由はほとんど存在しない状況でした。民主化を目指す GHQ からすれば、このような社会は到底許されるものではありません。民主主義の土台は国民が自由にものを言えることだ。言論、集会、結社の自由を妨げる法律を廃棄しろ。そのような考えのもと、秘密警察の廃止を命じました。こうして秘密警察の廃止が実施され、国民は自由に政治活動ができるようになったのです。5大改革の5つ目が経済の民主化です。これまでの日本では、地主階級や財閥が富と権力を独占しており、支配されている人々は貧乏な生活を強いられていました。GHQ はこの経済の格差、支配構造に目をつけて、この構造が軍国主義や侵略戦争の原因の一つだと考えたのです。そこで GHQ はこの経済の格差、支配構造を民主的なものに作り変えることを目指していきます。こうして地主の問題を解決するために農地改革を、財閥の問題を解決するために財閥解体を実施することになるのです。順番に見ていきましょう。まずは農地改革からです。そもそもこれまでの日本では広大な土地を持つ地主と呼ばれる人たちがいて、その地主が土地を持たない農民、つまり小作人に貸し出し、米や野菜を育てさせていました。小作人はその収穫の中から土地使用料にあたる小作料を地主にたくさん支払わなければならず、地主は自分では働かなくてもお金が入る仕組みになっていたのです。一方の小作人はいくら働いても生活は苦しいままでした。地主が小作人に寄生しているように見えるから、この仕組みを寄生地主制と言います。日本政府もこの状況を問題視していました。農村が疲弊すれば農民の思想が悪化する。農村の疲弊を防がなければならない。小作人の地位を改善しなければならない。こうした考えから政府は敗戦による変革を改革のチャンスと捉え、農地改革案を作成したのです。この農地改革では、まず不在地主、つまり農地を持っているけれど村に住まず農業もしない地主からは全ての土地を国が買い取ることになりました。さらに在地地主、つまり村に住み農業もしている地主については持っている貸し土地のうち5丁分、つまり東京ドーム1個分より少し広いくらいを超える分は強制的に国が買い取ることになったのです。またそれまでの小作料はお米などの農作物で払うのが当たり前でしたが、これでは豊作でも不作でも決まった量を納めなければならず、農民の負担は非常に重いものでした。そこで改革ではお金で払う仕組みにすることが決められました。これによって農民の負担は少し軽くなり、同時に地主の力も弱まることになったのです。しかし、この農地改革案は農村を地盤とする議員たちの強い抵抗を受け、衆議院での成立が危ぶまれる事態になります。GHQ が後押しに入ったことでなんとか実施はされましたが、この第一次農地改革の内容は不十分なものとなってしまいます。そこで GHQ はさらに強い改革を日本政府に求め、第二次農地改革が行われることになりました。その結果、在地地主が持てる土地の面積は5丁分から1丁分にまで厳しく制限されます。これを超える分の土地は国が強制的に買い取り、小作人に安く売り渡すことになったのです。この第二次農地改革によって全小作地の 83% が解放されるという大きな成果が生まれました。
そして明治以降続いてきた既成地主制はここに完全に崩壊することとなったのです。さて次は経済の民主化のもう一つ、財閥解体についてお話ししていきます。そもそもこれまでの日本では三井、三菱、住友、安田のような明治時代から日本の経済を牛耳ってきた巨大な企業グループが存在していました。これがいわゆる財閥です。これらの財閥は銀行や工場などを数多く持っていたため、日本経済は一部の財閥に力が集中しすぎているという構造になっていたのです。さらに財閥は政党の資金源にもなっていて、自分たちに有利な方向に政治を動かそうとする動きも見られました。こうした状況を見た GHQ は、日本を民主化するためには、まずこの財閥を解体しなければならないと考え、財閥解体を実施。日本政府に指示して持ち株会社整理委員会を発足させました。この委員会は財閥が所有していた大量の株式を譲り受ける役割を担います。そして譲り受けた株式をまずは従業員、次に工場周辺の地域住民、そして一般の人々という順番で売却していきました。これによって企業の株を持つ個人の数が急速に増え、財閥による企業支配は崩れ、自由な市場経済の実現を目指す流れが作られていきます。さらに GHQ は財閥解体だけでは不十分だと考えました。もしまた別の企業が現れて力を持ちすぎることになれば、同じことの繰り返しになってしまうからです。そこで GHQ は独占禁止法と過度経済力集中排除法という法律を公布します。独占禁止法によって企業が市場を独占すること自体が禁止され、過度経済力集中排除法によって巨大すぎる企業は解体の対象となりました。このようにして戦後の日本は経済の面でも民主化へと大きく歩み出していったのです。